おはようございます。ケンです。今回は先週1週間の振り返り動画です。先週、テスラの2025年第2四半期の納車台数が正式に発表されました。そしてその数字、決していい数字ではないんですけれども、多くのアナリスト予想を上回る結果となりました。株価は一時的に大きく下がった後、発表を受けて反発。投資家にとってもテスラオーナーにとっても見逃せない1週間だったと思います。今回の動画ではそんな Q2 の納車結果を中心に今テスラで何が起きているのか、そしてこれからどうなっていくのか、これをわかりやすく解説をしていきたいと思います。特に今後の Q3 が過去最大の四半期になるかもしれないという予測や、イーロン・マスクさん自ら販売を指揮し始めた動きなど、注目ポイントが満載です。ぜひ最後までご覧ください。まずは先週、最も注目されたのは Q2 の納車台数の発表です。テスラが発表した2025年第2四半期 Q2 の納車台数は38万4122台でした。これは前年同期と比べるとマイナス 13% の減少となっています。ただし、ここで重要なのは市場の予想を大きく上回ったという点です。テスラ株の分析で有名なトローリー・テスライクさんの予想は35万6000台でした。つまり約 7.3% の上振れということになります。さらにもう一人の信頼されているアナリストであるテスラファン MTL さんは34万5000台を予想していました。そこから見るとなんと 11% 以上も多かったという結果になっています。これがどう受け止められたのかと言いますと、発表後の株価が物語っています。プレマーケットでは 5.9% の上昇、終値ベースでも 4% 以上の上昇となりました。つまり、たとえ前年より納車数が減っていたとしても、予想よりも良かったというだけで、投資家からはポジティブに受け止められたということになります。この期待値をどう超えたのか、これがテスラ株を見る上で非常に重要なポイントです。市場は実績ももちろん大切ではありますけれども、それだけではなく予想とのギャップに大きく反応します。この Q2 の納車結果がどれほどのインパクトだったのか、数字がしっかりと証明してくれるんじゃないかなと思います。では、今月から Q3 が始まっていますが、投資家の目線はすでに次の四半期 Q3 に向いています。実はこの Q3、テスラにとってかなりハードルが高い四半期だと見られています。その理由は前年の Q3 が非常に好調だったからです。2024年の第3四半期、テスラは46万2890台を納車しました。これに対して2025年のQ1 と Q2 ではいずれも前年を下回る結果となっています。具体的には Q1 は前年よりも5万129台減少、Q2 も5万9834台のマイナスです。このままいけば年初来で 13.5% のマイナスという流れになります。ここで注目されているのがテスラが打ち出してくるであろう戦略の変化です。例えばトローリー・テスライクさんはテスラが装備を削減した廉価版モデル Y を投入してくるのではないかと分析しています。実際に販売現場では価格調整や装備の見直しが進んでいるという情報もあり、この廉価モデルが登場すれば Q3 以降の納車回復に大きく寄与する可能性があります。投資家にとって重要なのは納車台数そのものだけではなく、テスラがどういった手を打ってくるのかという点になります。今のところ市場はテスラに対してまだ伸びしろがあると見ているようですが、Q3 で結果が伴わなければ株価に再び重しがのしかかるリスクもあります。ここから先はテスラがどれだけ柔軟でスピード感ある対応を取れるのかっていうのが勝負の分かれ目になってきそうじゃないかなと思います。では、このスピード感と柔軟性というところですが、テスラは実際に動き始めています。その象徴的な出来事がイーロン・マスクさんによる販売部門の直轄体制です。これまで北米とヨーロッパの販売責任者を務めていたオミード・アフシャーさんが退任し、その後任を立てず、イーロン・マスクさん自身が販売を直接指揮する体制に切り替えました。背景には
Q2 の販売が振るわなかったことや、特にヨーロッパ市場でのシェア低下があると見られています。フォルクスワーゲングループや BYD、PHEV 勢など、競合が急速に伸びている中で、テスラは明確な立て直しを求められている状況です。そんな中、テスラはアメリカ市場で積極的な販売キャンペーンを展開しています。例えば現在提供されているのは次のような施策です。一つ目は 0% ファイナンス、つまり金利ゼロでローンが組めるというものです。これは資金負担を抑えて購入したい層にとって大きな魅力になります。そして二つ目は無料カラー塗装の特典です。本来追加料金がかかる人気カラーも7月14日まで無料で選べるようになっています。これらの販売施策の裏にあるのがアメリカの EV 税額控除$7,500の終了時期です。この制度は2025年9月末で終了予定とされていて、それまでに契約納車を済ませたいという駆け込み需要が今まさに動き出しています。つまり、イーロン・マスクさんが自ら販売を指揮し、短期的な販売促進と中長期の戦略転換を同時に進めているという構図です。この動きが成功すれば、Q3 の納車回復だけではなく、株価にも再び強い追い風が吹くかもしれません。では、ここからは補足として、先週話題になったテスラの FSD やエネルギー関連の動きについて簡単にお伝えをしていきます。まずは、完全自立型の充電ステーション、オアシスの発表です。テスラは太陽光発電11メガワット、メガパック10機、そしてスーパーチャージャー168機を備えたオアシスを一部で稼働開始しました。この施設はグリッドへの依存を 1.5 メガワット以下に抑え、テスラが目指す持続可能なエネルギーだけで走る世界を象徴する存在として注目されています。次に FSD の進展についてです。すでにアメリカのテキサス州オースティンではロボタクシーの一般利用が始まっていて、ヨーロッパでも FSD のスーパーバイズド、つまり監視付き自動運転の行動テストが先週から新たにスペインのマドリードでも開始され、現在5カ国で展開されています。イーロン・マスクさんは FSD によって事故や怪我の発生率を4分の1に減らせると強調していて、安全性向上がテスラの FSD 戦略の中心にあることがわかります。また AI 開発の裏側でも注目すべきニュースがありました。それが道場専用のシミュレータースペックシムの存在です。これは FSD の精度向上を支える内部開発ツールで、数千ノードの模擬環境や自動バグ検出などを実装、AI 開発の効率と精度を一段と高めるもので、裏方ながら非常に重要な技術です。さらにテスラのモデル3が世界で最も安全な車に選ばれたという明るいニュースもありました。イギリスの評価機関 What Car が発表したスコアでメルセデスの E クラスやフォルクスワーゲンの ID7 を上回り堂々の1位に輝きました。こうした動きを見ても、テスラは車だけではなく、エネルギー、AI、安全性といった多方面で確実に進化を続けているということがわかります。先週のテスラは予想を超える Q2 の納車結果を発表し、株価も大きく反発しました。一方で Q3 には前年の高い実績との比較が控えており、より厳しい戦いが待っています。その中でイーロン・マスクさんが販売を直轄で指揮する体制へ移行し、0% ローンだったり無料カラー塗装といった具体的な販売施策も打ち出されました。さらに EV 税額控除の終了を見越した駆け込み需要にも期待がかかっています。FSD やエネルギー、AI 開発といった分野でも進展があり、テスラが自動車メーカーを超えた存在になろうとしていることを実感させられる1週間だったと言えるのではないでしょうか。そして7月23日には Q2 の決算発表が控えています。ここでテスラがどのような財務状況と成長戦略を示すのか非常に注目が集まります。はい。ということで、本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。
本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 323.63 ドルで、今週末が 315.35 ドルということで、正解は下がるとなっております。では、結果を見ていきます。今回は549票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 58% でしたが、結果としては下がるが正解なので 26% の方が正解です。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが5名の方が正解しております。先週は正解者0でしたので、現在は1週正解者のみです。このアンケートですが、4週連続正解された方には、今は車内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートなんですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。そうすることでその視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてみてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫です。参加されてもらったらと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながってくると僕は思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。